2026年7月21日、セブンイレブン新商品5品です。香るうまみつゆ冷やかけ鶏塩だしそうめんです。公式ページでは鶏塩つゆでさっぱりといただく冷やかけそうめんです。蒸し鶏、トマト、ゆで卵、水菜、サニーレタス、玉ねぎ、紫玉ねぎを彩りよく盛り付けましたと紹介されています。セブンイレブンの夏の定番商品そうめんです。淡麗でコクの強い鶏塩だし、塩味がしっかりとした蒸し鶏とゆで卵はさっぱりとした中にもある種のボリューム感を、さらにレタスとトマト、玉ねぎなどのサラダ感と彩りある組み合わせは冷麺のような風情も感じさせます。セブンのそうめんはツルツルとした表面の口当たりの良さと心地よい歯ごたえを感じさせる弾力感、麺と麺との間につゆを絡ませて口の中で弾ける感覚はいつもながらの仕上がりで安定の美味しさです。熱量は347キロカロリーと極めてヘルシーである一方、鶏ガラだしとかつお昆布の合わせだしは食塩相当量を 6.1g と夏ならではのかなりしっかりした塩味になっていて食べ応えのある味付けです。税別498円での提供で麺類としては標準的な価格帯ですが、具沢山であっさりしていながらも適度な食べ応えを提供できる構成になっています。これからの暑い季節、食欲がない時に最適な一品です。おすすめです。町中華のあんだく特製天津飯です。公式ページではたっぷりのあんとふんわりとした卵で食べ進みの良い天津飯ですと紹介されています。具材は卵とネギだけです。十分に食べ応えのある厚みに焼かれたふわふわの卵に醤油鶏ガラのスープのあんをたっぷりかけて仕上げたお手本のような天津飯です。あんのベースは関西風の白あんで鶏ガラと醤油ベースの味付けです。ケチャップ感はなく酸味も抑え気味です。関東風だとケチャップやお酢を効かせた酢豚風の赤あんになるようですね。天津飯そのものが日本発祥の和製中華料理のためそれぞれ元祖とされるお店によって異なるようですが、京都王将であんを選べるようになったのは画期的でした。全体的にとてもシンプルな構成でそれだけに評価が分かれる商品ですが、主役の卵にはだし巻き卵のようなだし感と物理的な厚みを感じさせる食べ応えがあります。たっぷりのあんでご飯と卵が混ざり合って鶏ガラだしの塩味を伴いながら喉を落ちていく時の心地よさは空腹が満たされる満足感と味、食感が期待通りのものであった安心感のようなものもあるように思います。ご飯はオーストラリア産のうるち米が使用されていますが、味、香りとも違和感なくいただけます。少し気になったのはご飯の水分量の問題なのか、食べた時にダマ感があることです。実店舗の天津飯あるあるでご飯をふんわりと盛り付ける習慣のないお店ではチャーハンと同様に皿に押し付けるように白飯をセットするので食べた時の食感が損なわれることがあります。このお弁当にもそれと似たような食感がありますが、そこも含めて町中華っぽいのかもしれません。あんだくとの看板通り最後までたっぷりとあんを絡めて美味しくいただけるのはコンビニ弁当の満足度の一つの基準です。税別490円はお弁当としては低価格帯での提供ですが、十分な満足感のある商品です。おすすめです。ガーリックトマトのグリルチキン弁当です。公式ページではニンニクを効かせたトマトソースで味付けしたグリルチキンを楽しめるお弁当ですと紹介されています。かなり人気の商品らしく品切れが多く、少し離れた店舗まで足を伸ばしました。具材としては鶏肉、トマト、玉ねぎ、ポテトサラダ、スパゲティです。蓋を外すとニンニクの香ばしい香りとトマトの甘酸っぱい香りに包まれます。少しケチャップ感のある甘酸っぱいトマトソースには強い塩味とニンニクの香ばしい香りがあります。ただしチキンそのものは少し残念な仕上がりで、冷凍肉特有の臭みと輸入チキン特有のふにゃふにゃな食感があります。
同じ食材でも美味しく仕上がるお弁当もあるので残念です。東京エリアの大手の協力工場に集中して見られる傾向なので、製造量が過度に集中しているのかもしれません。ほとんどが美味しいお弁当なので正直少し不思議です。ただ昭和から平成にかけて初期のコンビニ弁当を知っている世代からすると懐かしい味でもあります。当時は土コン導入の初期でもあり、大幅な味の改善と同時にネガもはっきりと出ていた時期で、他弁など店頭調理店のお弁当にはかないませんでした。客観性の全くない個人の感想です。くれぐれもご承知おきください。冷製パスタローストビーフわさび醤油仕立てです。公式ページではわさび醤油ソースとローストビーフを絡めて食べる冷製パスタですと紹介されています。別添えのソースをかけます。わさび醤油ベースですが、かけているだけでわさびの爽やかな香りがします。ちなみに具材はローストビーフと付け合わせのリーフレタスです。パスタはトルコ製とのことですが、いつものセブンのカッペリーニで表面の舌触りが良く、細くても弾力があり、咀嚼中もボロボロ崩れるようなことはありません。ローストビーフはパスタの具材としては十分なボリューム感で、ホースラディッシュクリーム風の酸味のあるソースがかかっています。涼しげな佇まいの冷製パスタですが、ローストビーフのボリューム感、わさび醤油ベースのソースにはしっかりニンニクの風味付けもされていて、先ほどの鶏塩だしそうめんとは少し趣が異なります。鼻に抜けるわさびとニンニクなどのスパイシーな香り、表面が精緻に仕上げられた口当たりの良い細いパスタ、舌の両側がしびれるようなはっきりした醤油の塩味と少し発酵感のある旨味の冷たいソース、咀嚼しているパスタの小麦の旨味と混じり合いながら喉を落ちていく時まで冷たい感触が心地よくて、味覚で感じる両味を堪能できます。ローストビーフのソースとしてはクリーミーなホースラディッシュクリームや辛みの強いプレパードホースラディッシュなどがポピュラーですが、今回のわさび醤油ベースのニンニクソースはニンニクの香ばしい辛みを醤油のグルタミン酸がまろやかにして、ローストビーフのイノシン酸との相乗効果もあって、より旨味を感じさせるソースに仕上がっています。具材のローストビーフも十分に肉厚でジューシー、食べ応えもあり、冷製パスタの具材として必要十分なボリューム感です。税別598円はコンビニパスタとしてはやや割高な価格設定ですが、これからの暑い季節、冷たくても少し食べ応えのあるものを食べたい時に最適な一品です。おすすめです。セブンプレミアムスフレパンケーキホイップ&カスタードです。公式ページではふんわりしっとりとしたスフレパンケーキにホイップクリームとカスタードクリームをサンドしましたと紹介されています。今年の4月末に紹介したカマンベールチーズスフレ3号に続き、今回のスフレパンケーキも21世紀日本生まれのスイーツです。フランス生まれのスフレとアメリカ生まれのパンケーキを合わせて独自進化したものだそうです。直径 9cm の3号ホールケーキと同程度の大きさなので、見た目の迫力も十分です。ナイフの通りもショートケーキのスポンジよりもはるかに軽い感触です。カットした断面からはホイップクリームの甘い香りと小麦の香ばしい香りが漂ってきます。口に含むと圧倒的なミルク感が一気に広がって、パンケーキに2倍の空気を含ませたような生地は、そのある種頼りない噛み応えの中にパンケーキならではの小麦の香ばしい甘さを残していて独特です。ケーキの後ろ半分にはカスタードクリームがサンドされています。ホイップクリームの圧倒的な軽さに対してカスタードクリームは舌にまとわりつくような食感と濃厚なキャラメル感があります。口に含むとあまりにも儚く消えていく生地に対してカスタードクリームは全ての食感を上書きしていくようです。ホイップクリームの軽い甘いミルク感も絶品ですが、かすかに塩味を含んだコクのあるキャラメルの甘さも暑い季節には魅力的です。おすすめです。さて、
今週のおすすめの一品は香るうまみつゆ冷やかけ鶏塩だしそうめんです。セブンイレブンの夏の定番商品であり、猛暑が続くこの時期欠かせない一品です。具沢山で蒸し鶏や卵などの動物性タンパク質も取れてボリューム感もあります。食欲がない時でも食べやすい冷たい麺類で、この時期不足しがちな塩分もしっかり賄える 6.1g の塩分量。何より鶏ガラだしとかつお昆布の合わせだしが秀逸です。強くおすすめします。